ご視聴ありがとうございます。今回は朝のラッシュに突撃する異色の特急列車のご紹介です。運用も車両も特別な列車の姿と、停車駅ごとに変わっていく車内の様子、そしてダイナミックに変わる走りを徹底解説します。2本つなげた5両編成に前後で差がある理由とは、一体何なのでしょうか。ここは JR 総武本線と成田線の桜駅です。この駅には両線が乗り入れており、駅の下り方で成田線が総武本線に合流、線路は千葉方面に伸び、一部の列車はさらに東京方面へと直通しています。時刻は朝7時前。通勤通学客で構内が賑わってくる時間です。そして、6時57分に発車する快速大船行きの次の列車が、今回乗車する特急しおさい4号、東京行きです。しおさい4号は当駅が始発で、千葉駅から総武快速線に乗り入れ、東京駅までを結んでいます。途中の停車駅は、四街道、千葉、錦糸町の3駅です。改札外の券売機の下には、グリーン車や特急列車をおすすめするポスターがあります。左側には数を減らしてきた E217 系、右側には、登場から30年近くになる255系の写真が載っています。特急券を買います。東京までの自由席特急券は950円。普通列車のグリーン車の場合、平日は1000円なので、特急列車の方がお得です。時刻は6時43分。発車時刻の20分以上前に、列車は入線してきます。桜駅はエイトスが導入されていないので、構内のアナウンスには、一昔前の雰囲気が際立ちます。構内は2面4線で、上下線で発着するホームが決まっていますが、しおさい4号を含む一部の列車は例外です。列車は10両編成で、半分が自由席、半分が指定席です。そしてこの車両、券売機の下のポスターにあった255系ではありません。これは E257 系500番台。中央線系統の特急あずさ、開示向けに製造された E257 系をマイナーチェンジした車両で、暴走特急で幅広く運用されています。そしてこの番台は5両編成のため、2本つなげて10両にしています。列車によっては5両単独で運行されることもあり、輸送量に応じた編成が組めます。そして、前後は全く同じ車両ではありません。手前の編成は窓の下が青くなっているのに対し、奥の編成は違います。両端には、若潮、さざ波の名前が書かれ、中央には、50th アニバーサリーのステッカーもあります。ただし、しおさいの名前はここにはありません。なんだか面白そうな編成ですが、発車時刻も近いので、反対側のホームに移ります。原則としてホームが上下で固定されているため、天井の案内板にも東京方面の記載はありません。朝ラッシュに突撃する特急とだけあって、始発から混雑しているのでしょうか。車内の様子がこちらです。この車両は指定席の5号車。乗客0人の超ガラガラ状態です。そして先頭の1号車がこちら。こちらは自由席で同じくガラガラです。桜駅が始発で5両ある自由席が満席になることもないので、指定席はガラガラだったというわけです。隣にやってきたのは7時4分発の成田線下り、銚子行き。この列車も間もなく発車です。2番線から特急列車しおさい号東京行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。ようこそ2番線特急しおさい車掌、お客様乗車します。もう少々お待ちください。東京近郊では少なくなってきたタイプの自動放送が鳴り、ドアが閉まるかと思いきや、少しだけ時間がかかります。ドアが閉まります。ポイントをひたすら渡り、上り本線へと移ります。隣では、当駅始発列車として待機している E217 系の姿が。これは4両の付属編成なので、この駅で連結を行うのでしょうか。そしてこの辺りで、序盤では駆け足になってしまったこの列車の特徴的な運行形態と、負けず劣らず特徴的なこの車両を、
もっと詳しくご紹介します。潮西4号という名前からもわかる通り、特急潮西号はこの1本だけではありません。総武本線経由で東京銚子間を結ぶ特急列車の名称であり、上下7本ずつ、合計14本が運行されています。そのうち11本が全区間通し運転で、上下1本ずつは途中の鳴門まで、残り1本が桜始発の上り列車というわけです。そしてこの4号は、土休日には全区間運休となります。他には、東京駅を午後9時43分に発車する13号のみで、これらが通勤輸送に特化した列車であることがわかります。一方、4号の特徴はそれだけではありません。桜駅のポスターに載っていた255系。実は、4号を除く13本は、この255系で運行されているのです。255系は9両編成で、普通車8両、グリーン車1両、編成定員は564人です。一方 E257 系500番台は、すべてが普通車で、グリーン車はなく、10両編成だと612人。255系に比べ、ラッシュの輸送に適した車両です。なお、千葉支社のウェブサイトには列車の編成表があり、座席割も確認できます。そしてこの車両に貼られていたラッピングは、千葉方面の特急列車である、若潮とさざ波の設定50周年記念のもので、第1編成にのみ施されている貴重なものです。若潮は京葉線と外房線系統の、さざ波は京葉線と内房線系統の特急で、1972年7月に運行を開始した列車です。千葉方面の特急列車は、高速バスなどとの競争で厳しい状況にありますが、両社は運行区間の変更を重ねながら、今日まで存続しています。車内広告も特別仕様になっているほか、シートカバーも50周年の特別仕様です。なお、私が今乗っている特急潮西は、総武本線の全線電化が完了した1975年3月に運行を開始した列車です。歴史は少し浅いですが、5両編成の列車もある若潮とさざ波より、長編成の運行比率が高くなっています。桜駅を出て、最初のトンネルを抜けました。東京駅付近の地下区間を除けば、通るトンネルはこれだけです。すれ違う下り E217 系はガラガラで、背後には緑一色の田んぼが広がります。先行列車は7分前に発車した大船行き。線形も比較的良く、間隔も開いているので、およそ時速115キロで爆走します。そしてこの付近は、桜駅と隣の物井駅の間にある有名撮影地、通称物作。線路脇には写真を撮る人の姿もあり、サービス警笛もバンバン響きます。そして、次の物井駅を通過。フルスピードで豪快に通過していく様子は、やはり爽快ですね。一方、車内の様子がこちらです。自由席はこのガラガラぶり。これから、この様子はどのように変わっていくのでしょうか。桜を出て6分、最初の停車駅、四街道に到着です。千葉までの総武本線で唯一の停車駅であり、ホームには、この列車に乗る乗客が列をなしています。各ドアから乗客が乗り込んでいきますが、これでは満員にはならなそうですね。7時11分、四街道を発車です。ドアが閉まります。二人掛けの自由席もかなり余っており、指定席に至ってはこの状況。コンセントこそないものの、リクライニングだけでなく座面が手前にせり出す機構がついており、テーブルを広げて朝食も取れる快適な車内だけに、あまり混んでないのは寂しいですね。四街道を出て8分、二つ目の停車駅、千葉に到着です。ただし、ホームの乗客は心なしか少なめ。四街道に比べて、列が短いような気がします。一体どうしてでしょう。乗車はあっという間に終わり、発車時刻まではのんびりした雰囲気が漂います。朝ラッシュに座っていける貴重な列車なのに、意外な感じです。その理由の一つが、この列車にまつわるダイヤ編成上の事情です。桜駅と千葉駅では、共に始発列車が設定されており、それぞれこの列車の3分後に発車し、15両のフル編成で運行されています。あえてこの列車に追加料金を支払わなくても、都心へ座っていけるのです。指定席には2人席が全く埋まっていない箇所もあり、
自由席も2人掛けの席に並んで座っている箇所はなく、割とゆとりのある車内です。停車駅の少ない特急列車の方が優位性がありそうですが、今は朝ラッシュの最中、そうでもありません。東京駅の到着時刻はそれぞれこの通り。そう、所要時間がほとんど変わらないのです。千葉駅から福々線になり、快速線は停車駅が少なく速達性が発揮されるはずですが、速度は一向に上がらず、ゆるゆると走ります。この列車の2分前には快速逗子行きが発車しており、その後ろに続くからです。快速線側に通過線を備えた駅が少ないため、速度が上がらないまま、総武快速線最初の駅、稲毛を通過です。その後、列車は幕張車両センターの横を通過します。房総特急で運用される車両が多数所属しており、私が乗っている車両も朝にここから改装されてきたものです。朝ラッシュの最中というだけあって、列車の姿はほとんどありません。割と堅調な走りに見えますが、先行列車との間隔が開かないので、加速はすぐに終わってしまいます。二つ目の通過駅、津田沼を通過です。隣は、この駅始発の上り列車。一応追い抜きもできる廃線のようですが、ここで列車を追い抜くことはありません。対向の成田エクスプレスがフルスピードで走り抜けていくのとは、対照的な走りです。総武快速線の拠点、船橋を通過です。割と空いている津田沼始発の列車を待つ乗客で、ホームはいっぱいです。そして船橋を通過して S 字カーブを抜けると、線路は長い直線区間に入ります。日中ならここで120キロ運転を行うのですが、相変わらずゆるゆるとした走りです。隣の観光線の列車と並走します。特急列車が観光線の列車に抜かれそうになるという、なかなかきつい光景です。時々加速するものの、それも一瞬。あくまで速度維持のためのものかと思いきや、今回のそれは違います。力強い加速で、一気に観光線の列車を引き離します。先ほどまでの緩い走りから、高速運転に移ります。そう、東京のシンボルであるあの電波塔が見えてきたタイミングで発揮される、特急潮騒4号の本気です。次の市川駅では快速線に通過線があるため、先行の快速を時速120キロで追い抜きます。そしてここが千葉県最後の駅、爆走しながら江戸川を渡り、東京都に入ります。先ほどとはこちらの速度が違うので、成田エクスプレスとのすれ違いにも張りが出ます。スピード感満載の BGM に乗せてみましたが、この高速運転は残念ながら1区間も持ちません。次の新小岩の手前で速度は下がり、新小岩信号場のあたりからまた続行運転が始まります。ここで前を走っているのは、桜駅を7分前に発車した大船行き。この先東京駅まで追い越すことはなく、東京駅での接続もありません。新小岩を通過するときも、先ほどと似たような速度です。次の駅が、この列車で最後の途中駅、錦糸町です。この手前で、下りの潮騒1号とすれ違います。錦糸町駅には留置線もありますが、今のタイミングでは列車の姿はありません。3分前に上り快速が出ているのと、観光線からの接続のタイミングとずれているからか、乗客はまばらです。一方、新宿方面へ行くにはここで観光線に乗り換える必要がありますが、降りる乗客も少なめです。停車時間は1分あるため、発車メロディーは 1.5 コーラス流れます。次が終点、東京です。錦糸町を出て間もなく、列車は地下線に入ります。東京までは途中に2駅ありますが、その前から車内アナウンスが入るあたり、特急列車ならではといった感じです。ただし、すでに先行列車に詰まっているため、駅を通過するときにはかなり減速しています。ところでこの馬喰町駅を特集した動画もありますので、概要欄から見てくださいね。自動放送に加えて、東京駅の手前では車掌によるアナウンスも入ります。ただし、このまま終点というわけではありません。そう、停止信号です。東京駅では、総武快速線の下り3番線に入線します。到着時刻は8時ちょうど。3分前には下りの千葉行き始発が発車するため、場合によっては足止めされることもあるようです。桜から56分、終点の東京に到着です。この列車は折り返し回送列車になります。桜を3分後に発車する快速品川行きは、
8時8分の到着で、所要時間は5分しか変わりません。また、千葉駅を3分後に発車する始発の東京行きとは2分しか違いません。快適に座って通勤できるというメリットに割り切った列車である一方、佐倉、千葉の両駅で所要時間が大差ない始発列車がすぐ後ろに控えていることから、それほど乗車率は高くないようです。一方、E257 系500番台で運行される唯一の潮西号であり、この車両が総武本線を走るのは、この列車だけ。運用によっては、期間限定の特別使用車が充当されることもあります。ゆったりした走りと鋭い走りが入り混じる列車だけに、一度乗ってみるのも面白そうですね。ご視聴ありがとうございました。